はい、こんにちは。小島漁師浜優です。皆さん新年明けましておめでとうございます。大体持ってるのはなんとなく正月っぽいからです。今日ちょっと風吹いてるんですけど、新年一発目の漁ということで早速行きたいと思います。で、両方の色が違うのは昔のが1個破れて、この新しく買ったやつももう1個破れたんで、ちょうどね破れてない方同士だったんでいい感じだったんで、こんな感じです。それじゃあ行ってきます。新年一発目の漁ということで意気揚々と沖にやってきたんですが、雨と風が吹き荒れる最悪のコンディション、気にしても仕方がないので電気をつけて網を上げていきます。まずは旗を上げて、ネットローラーを起動して網を巻いていきます。雨風が強くてもこの日のちょっとカメラの撮り方は最悪ですが、それはもう仕方がないなんでかっていうとですね、船は風に吹かれるとこの網のある位置からすぐ流されちゃいます。で、そこに磯とかがあると引っ張られて破れちゃったりするので、船を網の位置にあてがわないといけないのでものすごく大変です。さあ、私は操船をしながら、そして網の裾側を送りながら1匹目のお魚がやってきました。こちらマダイの子供ですね。もちろん逃がします。で、網が今かぶってるんですけど、網がねかぶるとですね、右側のようにこのかぶった部分に穴ができて、そこから逃げられます。だからですね、網のかぶりには意識して、しっかり網がかぶらないように網を入れていきます。で、今来たのはビングシ、瀬戸内とかとも言います。なんで瀬戸内かっていうと、瀬戸内海でよく取れるから、それだけです。で、ビングシっていうのはなんかビングシに似てるらしいです。で、2匹目やってきました。こちらクロダイですね。現状ですね、量というか売り上げの話でいうと、あまり売り上げのいいお魚は来てない状態ですね。さあ、何が来ましたか。次はマダイですね。ここら辺はチヌとマダイが多いポイントになります。マダイはですね、秋はモミジダイ、産卵期は魚島のタイ、あと桜鯛とかですね、それから産卵後のタイは麦わら鯛という名前になっております。で、今の時期の冬は寒鯛っていうね、寒い鯛と書く呼ばれ方をするんですけど、この時期は非常に美味しい時期となっております。昔から鮮やかな色合いとめでたいっていうシャレで、神事には欠かせない高級食材の鯛なんですけれども、実はですね、海外では高級魚扱いされていなくてですね、オーストラリアとかではこの淡白な味わいがあまり好みじゃなくて、味の評価は低いそうです。脂の乗った鯛を食べてないのかもしれませんね。そう願いたいなもんです。さあ、めでたいシャレを言ってる間に1枚目の網が終了しました。というわけで、残りのお魚を外していきます。このようにですね、お腹が膨らんで目から抜けないやつは先に空気を抜いてから目から抜いたりもします。で、残りのお魚も軽めに空気を抜いていきます。で、取れたお魚がこちら、少ないですね。で、沈んでしまうと死んじゃうことがあるんで、軽めに空気は抜いております。上がってきた魚がなんでお腹の中空気パンパンなのかというと、水圧というものがあって、水圧は深いほど高くてですね、常に水圧がかかっている状態のものが急浮上すると、お腹の中の空気袋というもののこの空気が膨張してですね、それでお腹の中が空気でパンパンになります。だから空気抜きで抜いてあげる。ついでにあなたのも抜いてあげる。冗談はさておきですね、2枚目の網を上げていきましょう。こちらの網の場所の方がですね、風当たりも強くて、なおかつ潮も速いので、より操船、網繰りが難しくなってきます。さあ、網が上がってきました。そろそろですね、タイとかチヌ以外のお魚っていうものが見たいですね。さあ、果たして魚はかかっているのでしょうか。もう磯にかかって網がめちゃくちゃ破れております。1匹目またしてもタイがやってきました。他のお魚はいつになったらやってくるのでしょうか。小豆島ではですね、気温が下がって、水温も下がってくると、普段沖の方にいるタイとかが丘の方の磯の方にやってきます。前年までは全然取れなかったのに、翌年になって、ようやくですねタイがかかるようになってきたので、それはめでたいということで、タイだけでも皆さんめでたいということでいいですね。タイの漢字って魚に周って周りって書くんですけれども、それはこのめでたさっていうものをいろんな人に届けようって意味があるので、タイが取れていいんじゃないでしょうかね。で、今日一番の大きなタイがやってきました。この後ですね、ついに新顔がやってまいります。こちらタケノコの時期に美味しいタケノコメバルですね。あなたはタケノコ派、キノコ派なんつってね、網を上げていきます。風の中来るのが本当大変で、この後臨場感をお楽しみください。来
汚い言葉は失礼します。なんでこんなね大変かっていうと、やっぱ操船しながらでも大変なんですけど、網自体がこう操船する場所にやっぱ吹かれちゃって、さっきそれがかかった状態で僕がクソったれ鼻クソったれと言ってたわけですね。良い子のみんなは真似しないようにしましょう。もう入れてしまった網はですね、風が吹こうが鬼おこぜに刺されようが赤絵に刺されようが意地でも上げないといけないので、文句を言わず頑張って上げていきます。さあ、さっき新顔が来てましたね。アコウです。じっくりねお見せする余裕がなくて、この日はもうずっと主観で行かせていただきます。さあ次は何がやってくるのか。キジハタの小さいのが来て、こちら、ナマコがやってきました。赤いので赤ナマコと呼ばれる種類です。で、海のダイヤとか海の宝石とも呼ばれてですね、でなおかつビタミン類やコラーゲンもあり、高タンパクというね非常に女性に優しい食材なんで、皆さんもぜひお買い求めください。さあ説明している間に黒メバルちゃんがパラパラと来ております。メバルは目が張ってるからメバル、めちゃくちゃ目がいいので、昼間にかかることはほとんどありません。で今来てるのはですね、お腹の中に卵をたくさん持ってるので、後で逃がしてあげましょう。魚が溜まってきたので、ここで一旦ドクターストップ。湿る。ほんと臭い。やっぱね、風の日の量っていうのは凪の日に比べて2倍3倍も疲れます。特に撮影してるとですね、いろいろ動かさないといけないのでめっちゃ大変です。さあ気を取り直して繰り出してタイタイタイときますが、この後やばいものが来ます。なんだ、お、広がる。なんだ、おっちゃんか。よっしゃい。なんとかですねヒラメを上に上げることができたんですけれども、この後うちのスタッフに危ないことが起こります。間一髪、なんとすぐ下にオニオコゼが来てました。刺されるとめちゃくちゃ痛いですからね。ここで皆さんに綺麗な映像をお届けするために画面を一度きれいにしました。きれいにしたところで網を巻いていきますが、網繰りは無事終了しました。いや大変でしたね。というわけで残りのお魚を外していきます。で外す順番はもちろん高いこちらのヒラメから外していきますね。純度 100% 天然物です。なんでかっていうと、裏面見たらこのように、模様がないのですね。養殖物の放流されたやつは、模様がついててパンダヒラメとかとも言います。この後タイを外すんですが、またしても事件が。はい、じゃあなんとか全ての魚が外し終わったんですが、なんとですねタイの剣が足に刺さってめちゃくちゃ痛いんで、ちょっと今から脱いでみます。去年もねこちらの動画でタイの剣が指に刺さって1ヶ月生活してて、その痛みと似てますね。太ももなんで多分大丈夫ですけど、ほんまによくタイの剣に刺さっちゃいます。ちょうど刺されたのがここですね。ここら辺。おお刺さってるやんけ。痛いな思ったわこれ。いやそれ痛いわね。半分刺さってました。もう魚の剣に刺されるなんて漁師してたら日常茶飯事なんで、もう抜いたら全然痛くないです。はい、じゃあ風の中めっちゃ大変でしたけど、とりあえず帰りたいと思います。はい、じゃあ帰ってきて魚は生かしました。で今回ですねこのような小腹ぼてメバル取れました。これ何かっていうとですね、卵なんですよ。でこれは次世代につなげないといけないので当然放流です。なんとか生きてますね。刺されたけど美味しい。
はい、じゃあ帰ってきました。5杯ぐらい飲んでほろ酔いで気持ちがいいでございます。一応ですね、足穴というかちょっと刺さったんで消毒します。マキロイですね。一応魚の腱には菌が含まれてるんでチュ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 と、これで完治です。病気みたいな太ももですねとりあえず今日は寝たいと思います。おやすみ。はい、じゃあ翌日です。魚はね、生かし込んでいる方がストレスが抜けて、よりいい魚になるので、生かしておきました。じゃあ取れたものを見ていきましょう。はい、じゃあこれだけのお魚が取れました。まず大量のタイ、オニオコゼ、ウマヅラハギ、ビングシ、タケノコメバル、アコウ、イイヒラメ、クロダイ、以上です。じゃあ死にそうなやつは氷しておいて、あと元気な子は生かしておきます。おはようございます。おはようございます。あれおはようございます。おはようございます。何やってるんですか？筋トレ。朝の4時ですよ。いや、関係ないですね。起きたら朝。起きたら朝でいきなり29キロ。ダンベルフライなんで。ダンベルフライ29キロ。すごい。お、何ですかその T シャツは。よく聞いてくれましたね。これは今度発売の浜ゆ T。マジャラちゃんだ。マジャラちゃん、おいで。よちよち。じゃあまずイカシモンからいきます。最近アコウが増えすぎてるんで、ちょっと小さいアコウも今回は売りますね。よっしゃ。いやー、いいヒラメだこれ。じゃあこれ持って生かしときます。ではスイッチ入れて、じゃあイカシモンのタイ締めていきます。昨日見たんですけど何匹かやっぱ弱ってますね。はい、じゃあ次タイ締めていきます。タイはね、もう何回も言ってるんですけど、ここの交わる線のちょっと右上、目寄りをもうクッとすると締まると。ここの硬いところに脳があるんで、ちょっと上のこめかみからこう斜め45度に入れてあげると、それだけで締まってます。私のスピードを見せましょう。はい、じゃあ次締めていきます。エラのとこ切って切れ込みですね。で尻尾の鱗取ってサクッと刺す。で血が出てきます。それを水の中で血抜きです。
じゃあこのままじゃ血が固まってしまうので玉でゴジョゴジョしてこれでカゴに入れます。でこいつを冷蔵庫に入れます。で氷を入れて冷やします。はい、じゃあ市場行きます。せーの。はい、じゃあ市場から帰ってきました。相場はまあまあといったところで、3万円分ぐらいありましたね。新年一発目なかなか良かったと思います。それでは皆さん本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。See you next time. バイバイ。